こんにちは、アンナスです。今日は、プリントクロスガーデン上級のラベンダーリースをやってみようと思います。なんかこれはね、あんまやるつもりはなかったんですけど、最近メルカリでなんか何個セットとかでメルカリでたまにこう買い集めていろいろこうやってるんですけど、なんか必ずこれ入ってるんですよ。で、何回かもメルカリで買ってるので、なんかこれがうちの家に5、6個あって、これみんな好きなんだなと思ってちょっとやってみようかなと思います。どうやってアレンジしようかな、ちょっと考えます。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではラベンダーリースをちょっと開けてみたいと思います。中には説明書と、あと印刷した布が入ってます。で、普通にラベンダーやっても可愛いなと思うんですけど、私はちょっとアレンジをして、アンナスの和の刺繍っていう本を昔ちょっと前に出版したんですけど、この中の端午の節句、この兜の部分だけをちょっと入れてみようと思います。なぜかすごいぴったりだったんです。不思議ですね。昔この前やったお雛様の刺繍があるんですけど、お雛様もぴったりだったんですよね。拡大とか縮小とかしなくてもちょっと透けて見えます。これでそう、すごいもうバッチリなんですよ。なのでこの兜の部分だけをちょっとここに移して、でちょっとこれ本だと写しにくいんでコピーを持ってきます。はい、コピーを持ってきたので、ちょうどここ真ん中に、多分これ真ん中ですよね、だいたいね。真ん中にちょうど折り目があるんで、この真ん中とこの兜を半分に折って、でその折り目と折り目を揃える。揃えにくいですね。こんなもんかな。もう上の矢とお花はちょっと刺繍はできないんで、勝負の代わりにラベンダー、なんかハイカラな端午の節句っていう感じにしてみようかなと思います。それでこれいつもだとね逆なんですけど、布と紙が逆なんですけど、もうこれちょっと透けるので、これぐらいここギリギリ当たるけどもしょうがないですね。これで鉛筆でなぞります。なんかこの布チャコペンでなぞると結構にじんで線が綺麗に写りにくいので、よいしょこれでもうシャーペンで普通に写して、で図案の外側を刺すようにするといいですね。そんな感じでちょっとこんな感じでこうやっていきます。はい、では図案が写せたので、ちょっとね見ながら刺し順とかを確認しながら、やっていきます。で、枠をはめます。もうまずは兜をやっていって、後から周りを仕上げていこうかなと思います。で、一番最初は兜のここですね。この
上の部分なんていうのかちょっと名前わかんないんですけど、これ錦糸で、そう見本がありますね。見本は見せてなかった。こういう感じの作品になって、この部分を今真ん中に写してます。でこれが錦糸ですね。だいたい番号は本と同じにしようと思うんですけど、ちょっとラベンダーなので周りがだからラベンダー色をメインに、ちょっと兜もラベンダーの色に近いのを選びました。なので、ちょっとだけ違います。色番号は違います。指定以外2本取りなので、錦糸も2本取りで刺していきます。錦糸は、何メーターか入っているんですね。ちょっとメーター忘れましたけど。で、普段だと使いやすい長さの65センチぐらいにカットして使うんですけど、これではなくて、こんなに長くするとぐちゃぐちゃになってしまうんです。布と布の間をこうスースーって入っている間に金糸って結構バラバラになってしまいがちなので、2本取り用だとちょっと細い場合は1つ番号を上げる6号7号 8号になると小さくなるのか。だから6号とか5号とかちょっと太いの使ってもらうといいと思います。で、長さはそんな長くしないで、今40センチぐらいかな、50センチぐらいかなにしてます。この錦糸の柔らかい方、3桁番台の方は結構柔らかいので、そこそこ長く出しても大丈夫です。ディアマントとかは結構短くした方がいいですね。3、40センチぐらいで。で、輪は残しておきます。だから2つ折りにして、最初玉留めする部分を輪に残しておきます。で、どっか基準をまず入れますね。全部抜かないです。とりあえずこう入れて、そうするとさっきの輪で残したところが残ってるんで、ここに針をくぐらせて、もうこれで始めます。で、基本的には隣に刺すんですけど、ここは横に平行でいいですね。ここから下は少しずつ放射状になるように調整しながら刺していきます。で、難しい時はガイド線を入れて刺していくといいですね。必ず隣に刺さなきゃいけないって決まっているわけではないんで、こことかだとこう平行にガイド線を入れて、で間を埋める。2、3針先に刺しておきますね。そういう感じでこの放射もなんかこううまいことこう向きが変わっていくように調整していきます。で、錦糸のいいところはキラキラがあるので、みっちりきっちり刺さなくてもなんか割とね埋まるんです。間が持つというか。なので今結構ガタガタなんですけど、このキラキラのおかげで結構カモフラージュされているので、意外とこれはねいいですよ。楽。なんか初心者の人も気兼ねなく始められるかな。ここから始めて次に普通の25番刺繍糸で刺すとあれスカスカだみたいになるかもしれないですけど、金糸意外とねこの錦糸は楽しいです。じゃあこれで、全部刺していきます。はい、では、兜ができたので、次はここの部分を両方やっていきます。で、これは普通に25番刺繍糸の2本取りなので、ちっちゃい波縫いを入れてギリギリで留めて、糸が渡っている上にザクッと刺すとこれで絡まってるんで、
出てるところをハサミで切ります。で、端から順番に塗り絵みたいにこうずっと埋めていきます。はい、では次いきます。次はここの上と下をチェーンステッチ2列っていう風になっているので、これも2本取りですね。裏に絡めてまず出します。で、同じ穴に刺してチェーンのサイズ2ミリぐらい、1.5 ミリぐらいにして頭を出し、針の頭を出して糸をかけて上に引っ張ります。もう結構ギュッと引っ張って大丈夫です。で、続きをやるときは穴の中に刺してで糸をかけて上に引っ張る。で、いちいちかけるのが大変なので、こうやってセッティングしておいて糸を、で針を穴の中に刺して、こうやってもう抜くだけでチェーンステッチができるように、セットしておきます。こんな感じでずっとやっていきます。はい、これで最後は輪の外に針を刺すとこれで止まってます。で、向きを揃えると綺麗なので、これで行って帰ってでも別に大丈夫なんですけど、ちょっと戻ります。玉留めとかして一旦糸を終わらせてもいいし、こうやってぐるぐる巻いて裏に絡めてさっきの位置に戻ってから、もう一個やります。はい、で左右のチェーンステッチができました。で、下は色を変えて3列やってます。で、次がなんていうのかな、帽子が違いますね。頭にかぶる部分の刺繍をしていきます。まずこのなんか楕円みたいになっている部分と、あとここになんか溝みたいなのがあるデザインのやつを参考にしたんですけど、なので、全部同じ方向で埋めずに、ちょっとめんどくさいんですけど、4列差し分けるとこういう感じになるので、一番てっぺんは縦で全部横に刺して、でこの金糸より下の部分は縦で刺します。で、あとまた同じように色を変えてやるんですけど、とりあえずこの頭にかぶる部分を刺していこうと思います。もう書いてある通りにステッチの向きをやって、揃えてやっていきます。はい、ここまでできたので、次はアウトラインステッチをします。このつばの帽子って言わないと思うんですけど、これのそのつばの部分もこのえんじ色が入るんですけど、まず一目作ります。で、ちょっと先に出して最初に作ったステッチをギュッと押して糸の下に刺します。糸を割ると変になるので、糸を押して糸の下に刺します。で、それを繰り返していきます。だから半分ずつ重ねるステッチがアウトラインステッチですね。はい、これで出来上がりで裏に絡めます。
で次が顎のところに来る紐なのかな。これもまた名前がわからないんですけどリボンとか言うと怒られると思います。なんか顎紐的な感じで、ちょっと刺繍枠をずらします。全部入る刺繍枠でやると布が薄いので、できるだけこれちっちゃい枠を使ってちょっとずつ刺し直して、今自分が刺繍したい部分を真ん中にしてセットするといい感じになります。で、ここはもう順番がそこまで詳しく書いてないんですけど、まずここの紐ですね。この両脇の紐をやって、14、15、違う、結び目が先ですね。結び目をここ丸が4つあるんで4つやって、でその後、左右の紐をやります。でその後なんかこのリボンっていうとおかしいんですけど、このループになってる部分を刺して、でその後ここ下の左右を、これも順番があります。この付け根のところをやってから結び目をやって、でまた下のところやる。で向きは図案に書いてある通りの向きでやっていただくといいかなと思います。ということで、これもサテンステッチで進めていきます。はい、では、一応全部塗りつぶせたので、今度は装飾に行きたいと思います。なんか画像とか写真とかを確認してもらいながら、こことこことで、この紐部分は全部柄が入っているので、ちょっとこう横に置いてやっていきます。2本取りです。でまずそうですね、バックステッチをやって、それにこのなんかストレートステッチピッ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 って入っているんですけど、それを後からつける方が形が取りやすいかなと思います。まずここの兜の右側左側でもいいんですけどに、真ん中にバックステッチでこう線を描く感じですね。で、数は右左違っていいです。私も右左実は数が違います。でもそこまで多分それは右が6個だけど左が7個だみたいなのはパッと見た時にわからないと思うので、もうそれでいいです。できたらこれに一つずつストレートステッチをつけるんですけど、どうしよう、最後のはすいません。ちょっと糸を抜くときは針の穴の方を使って抜くと糸が割れなくていいです。最後2つに分けたんですけど、そう、この辺はちょっと微調整してください。なんかそうですね、これちょっと数をやり直します。結局一緒でした。結局同じでした。こんな感じでストレートステッチをこう左右に入れていきます。で反対側も同じようにやって、ここ終わったらここのバックステッチも同じことなんで、もうついでにやっていってください。はい、できました。ちょっと左の方がうまくいきましたね。で、次がここに、ちっちゃい点々が3つ入るようにします。で
この結び目の1つの丸につき線が3つ、それぞれの向きがありますね。でこのループのところもこう放射状にこうステッチが入って、で下の点々は2つずつですね。で、結び目は横に2本、下のなんかフリンジみたいなとこは縦に3本。もうこれは見ながら図案を見ながらやるしかないですね。私もどこが何だっけっていうのはちょっと自分で作ったんですけど、確認しながらやらないとわかんないです。で、渡り糸はできるだけないようにした方がいいです。でないとこれ布が薄いので、例えば今ここ終わったからこっちやろうってビューンってそのまま糸飛んじゃうと、こう裏の糸が、ね、こう渡ってしまうので、もしこっちに行きたい場合は中に通す。だけど、今ここにいてもう近くを埋めていきながらやるのもいいと思うので、ちょっと絡まった。ここが斜め3本っていう感じで、近いところ埋めていけばいいと思います。はい、出来上がりです。なんかこの金糸が入ると一気にいい感じのこのかっこよさが出ますね。貫禄というか。で、周りをやっていこうと思うんですけど、見本に書いてある通り、アウトライン、そうなんだ。ここはサテンステッチじゃなくてアウトラインフィーリングって、なぜかアウトラインで面を埋める。ちょっとずつ線の刺繍で埋めるらしいですけど、ここは普通に素直にサテンでいいかなと思います。で、お花がレゼデージステッチの、なぜか一本取り。だけど、なんかこれを見る感じだと色が濃いからかなのか、結構存在感があるんですよね。なので、ちょっと太さは太い方が可愛いと思うんで、つぶつぶしてる方が。なので、ちょっと多めにしようかな。もう6本取りとかでやってもいいぐらいだと思うんですけど。なので、まず茎。これアウトライン。葉っぱの刺し方謎ですね。ちょっと間違えてるのかもしれない。これ葉っぱじゃないですね。これはレゼデージステッチはつぼみ。ラベンダーってこれ全部つぼみなんですよね。開くとここからこうお花が出てくるので、一般的なラベンダーのイメージのやつってつぼみなんですけど、このつぼみの刺し方かな、これは。葉っぱはだってフィリング、アウトラインフィリングだから、なので、私もこれでやろうと思います。レゼデージステッチにストレートステッチ1本足して、でやろうかなと思います。はい、ちょっとだけ見本としてこれどうかなっていうので作ってみました。これでワンブロックなんです。ここの丸いラベンダーっていうのは、ここからここまで、この白のラベンダーとこの葉っぱ、それここにもありますね。で、長めのラベンダーと白とこの葉っぱ、それがここですね。1、2、3。なんかこのワンブロック、このワンブロックで4ブロック、1、2、3、4ブロックを繰り返してます。で、色はこういう感じです。で、これを完全に繰り返してやっていこうと思います。で、刺し方の説明ですね。まず、じゃあ、ラベンダーの説明。茎からいきます。茎は
3本取りでアウトラインステッチで刺繍していきます。もう玉留めで始めます。まず1目作ります。でちょっと先に出して最初に作ったステッチの半分あたりのところを糸の下に刺して重ねます。でこれを繰り返します。またちょっと先に出して今度は2つ目のステッチをギュッと押して糸の下に刺す。これをどんどんやっていくとアウトラインになります。なので、曲げたい方向、この刺繍の絵だと、こういう風に上に上にこうキュッてなっているので、上から下に針を動かしていくと綺麗に曲がってくれます。これで裏に絡めてで次、白ですね。はい、では次は、ラベンダーのつぼみを刺していきます。まず下から出して、で次は下と上を針で続きで刺します。これチェーンステッチと一緒ですね。一粒だけだとレゼーデージっていう名前になります。で糸をかけて上に引っ張る。で輪の外に刺して、これで出来上がりです。これをずっとやっていきます。説明書にはこれにストレートステッチを足してレゼーデージとストレートステッチで刺してくださいって書いてあったんですけど、もうなんかそれだと6本取りなんですごいもうモコモコして、今ちょっと一回やってみたんですけどちょっと暑苦しいかなと思ったので、ちょっとこの丸い穴が見えるぐらいのちょっとこう軽い感じの方が良かったです。はい、では次は葉っぱに行きます。葉っぱはサテンステッチの、2本取りです。だいたいサテンステッチって3本とかでやるとちょっとモコモコするのでよく2本でやってます。で最初の始めが肝心ですね。この斜めに1本入れます。斜め、かなり斜めです。この延長線上がこのまま、糸の端が頂点に設定するっていうことになるので、だいぶちょっともうアウトラインステッチに近い感じのサテンステッチをやっていきます。これ横横に刺すと端っこが大変なことになるので、こういう感じで糸の端を頂点に設定して、でこのまままた反対側の糸の端が頂点になるように、うまいことこう斜めに滑らせていく感じなので、向き変える時はこのままいくとこれサテンになるから、ちょっと針1個分か2個分ぐらい開けて斜めをこううまい具合に入れていって、ここ糸の端が端っこになるように微調整してください。はい、これで出来上がりです。で、裏に絡めてで次が、フライステッチ。この金魚の水草みたいな、なんかこの葉っぱですね、よく出てくるやつですね。玉留めにして3本取りで刺していきます。
まず1目作っておきます。で次に、右でも左でもまずこの葉っぱの頂点と葉っぱの頂点を刺します。これちょっとね、絵がなんていうのかな、短いのでこの線の通りにやるとちょっと細かすぎてぐっちゃぐちゃになるかもしれないので、ちょっと線のだいぶ外側大きめにしてください。で、糸を緩く保っておきます。これね。で最初に作ったストレートステッチの下のところから針を出します。でこの糸をたるませてるのを一緒に引っ張ると V になります。で Y の文字にしたいのでちょっと下に刺すとこれで Y になります。これをずっと繰り返していきます。続きでできる人は続きでやってください。はい、これで出来上がり。これはここの裏に絡めてもいいんですけど、ちょっと玉留めにしようかな。玉留めが得意ではないんであんまりやりたくないんですけど、っていう感じで多分この3種類サテンとラベンダーとそれからフライステッチをやっていきます。もうあと色もさっき言ったようにその繰り返しなので、ここからここまでの色をそのまま一緒にやってください。ではやっていきます。はい、ではアイロンもかけて、出来上がりの状態です。で、枠にはめていくんですけど、これ1枚だとちょっと薄いので裏に布を重ねてそれで一緒に枠をはめようと思います。21センチの枠がちょうどうちにあったのでこれにはめていきます。ちょっとこういうところにシワが入っているんで、アイロンでは伸ばしてはいるんですけど、やっぱりそのちょっと残りますね。であと玉留めとかこういうのが残っているとちょっと影になって出てくるんで、こうやって針で中に入れてあげるといい感じになると思います。こういうなんだろう、この最初に作った玉留めの糸をちゃんと切ってないと布が薄いので影になって出てくるんですね。だからこうちょっと針で内側の刺繍の裏に移動するようにこうちょっとこういうのをやってあげるとだいたいこれぐらいで大丈夫そうですかね。ここも気になる。はい、これでもうほんと布がギリギリなんですけど、この角だけじゃ落とす感じにしてこれで、縫い糸で縫っていきます。玉留めしてでぐし縫いぐるっと一周縫っていきます。
はい、これでなんかひっつめてもいいですけど、まあこれでいけそうかなと思うので、よいしょ、ちょっと緩んでいるところをこう布を引っ張って枠もしっかり締めて、これでこんな感じで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。